皆さんこんにちは、こんばんは。ホイコーローでございます。本日も大変遊戯をご覧いただきましてありがとうございます。いやですね、ちょっと変な笑い方しちゃったんですけど、もう早速見ちゃいましょうか。はい。なんと緑でかかって、うわぁこれ見えんのかな？グリーンバックだから見えない見えないこのロゴ見えんのかな？このロゴ見えないそっか。ごめんなさい、パッケージなんで、もう緑なんですよ。皆さんご存知の通り、もう心がスカスカみたいな感じの状態なんですけど、何が起きたかと言いますとですね、私、正規店で新しい子を迎えに上がってまいりましたというお話を今日しようと思ったんですけど、グリーンバックでね、こうやって合成してるんで、こういう感じで全部グリーンになっちゃうっていう、もうこれね、ちょっと写真出そうかな。写真にしましょう。ごめんなさい。ですね、今回、5月にですね、一応、正規店さんの方に、行かせていただきまして、予約させていただいたんですけども、そこからですね、約、2ヶ月間経ちまして、先日お電話いただきました。お電話いただき次第、正規店の方にですね、行かせていただいて、今回は、サブマリーナの、グリーンベゼルを、お迎えすることになりました。やったなんですけど、そうですね、一応、なんていうんですかね、すごい、私としてはすごい欲しいモデルだったんですよね。っていうのが、やっぱりそのロレックスの中で一番代表的なモデルの一つというところが、まず大前提としてあるっていうところと、あとはですね、もう皆さんもですね、やっぱそのロレックスのこのグリーンっていうものはですね、ある種すごい思い出のある方も多いし、これがロレックスだっていうふうに思われてる方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思っています。なのでですね、今回行かせていただいたタイミングでたまたまですね、予約できますよというようなお話をいただいたので、これに関してはですね、いや、もう本当に正規店のご担当者ありがとうございます。この動画を見ていただけたら、改めて感謝申し上げたいと思っております。はい。で、一応ですね、正規店行ったっていうこともあって、久しぶりに、受け取りっていうこともあったんですけど、いくつかちょっと情報アップデートしているのかなというふうに思っていますと、もちろんですね、いろいろと噂で、ネット上でも、ソーシャルネットワークなんで、現状のね、いろんなこう情報が、あっている中で、ちょっと変わったのかな、あるいは、ちょっと違っているのかなっていうふうな話についてちょっといくつかしていこうかなと思っております。まずですね、購入制限の期間に関してなんですけども、一部のですね、SNS で、なんていうんですかね、予約の待ってるこの間、例えば私の場合は約2ヶ月ちょっとっていうところも、カウントされますっていうようなお話だったんですけども、ここは、しっかりと確認してきまして、全くカウントされませんっていうような、回答がございましたので、ここに関してはですね、一切、カウントされないというところで、私が購入した日から、さらに、半年後っていうところになっています。なので、もしかしたらなんですけど、系列によって、あるいは時期タイミングによってそこの、統一感のない案内があったのかなというふうに思いつつも、これはですね、導入にあたってね、どうしても足並みを揃えて全部共通にしましょうっていうのはですね、系列がね違うのであれば、それだけやっぱり、足並みが揃わなかったタイミングもあるのかなと思いつつ、情報のアップデートの一つかなというふうに思っております。2つ目なんですけども、購入制限についてちょっと、去年私が知ったタイミングからしたら、少し、そうですね、ちょっとアップデートかなというふうに思ったのが、私の中の認識だと、なんていうんですかね、人気モデル。今回のサブマリーナもそうなんですけども、デートナ、GMT、サブマリーナデート、サブマリーナ。これはですね、デート、機能、日付機能がついてる、ついてないので、ちょっと分かれているところになるんですけども、これらのモデルっていうのは、一回購入した後に、
1年間購入できませんというような、話だったんですよね。その去年のタイミングで。で、まあ、今回、話に聞くと、そのうちで言ったら、ステンレスモデルだけだというふうに案内はされたんですよね。つまり、まあ、今年の、まあ、仮に、今7月っていう形にはなりますので、4月に、サブマリーナのステンレスモデルを買いましたとなった場合は、来年の2027年の、まあ、7月までは、ステンレスモデルで言うと、デートナ、GMT マスター2、サブマリーナの、デートサブマリーナっていう形で、購入できませんと。ただ、まあ、コンビモデルと金木モデルに関してはそこは違いますよという話があったので、どういうことですかっていう話になった時に、まあ、要はそのステンレスモデルがどうしても今ね、人気ということになりますので、ちょっと購入制限はかけさせていただいてまあ、もらってはいるんですけど、それ以外のモデルっていうところで、まあ、全然そこは制限かけてませんよっていう説明がありました。なので、正しく言うと、私はですね、今、まあ、仮に4月度を置いた後に、まあ、半年後っていうところになると、まあ、12月末あるいは1月のタイミングだと、まあ、引き続き、例えば、オイスターパーペチュアルだったりとか、エクスプローラーだったりっていうところが欲しいというふうに思ったタイミングに、正規店に行って購入できるっていうような、まあ、購入制限が終わったっていう状況にもなりますし、で、その後にですね、その3年のタイミングでデートナの、例えば、コンビモデルが欲しいだったりとか、金木モデルが欲しいっていうのであれば、そこに関しても、問題なく購入ができますよというところになります。なので、改めてちょっとここは正確性というところで、今回、正規店さんにご案内いただいた、説明によると、まず、購入して半年が購入制限としてかけられますっていうところと、それに対しては半年後買えるモデルっていうのは基本全部買えますと。ただ一部のモデルに関してはデートナ、GMT マスター2、サブマリーナっていうところを購入した人の、半年後の場合は、同じこの4つのですね、ステンレスモデルっていうのは、購入制限が1年になっていますというような状況になります。なのでですね、まあ、もしかしたらこれちょっと認識として違ってるとか、あるいはちょっと皆さんのね地域だったりと系列だったりっていうところも違ってくると思いつつも、実際に行ってみてちょっとアップデートされた部分もあるなというふうに思っています。もしね皆さんがこう受けた説明、直近で1ヶ月以内でもう新しい、ね、時計をこうお迎えされた方、あるいは案内された方っていうところでそういった情報がありましたらぜひちょっと教えていただきたいなというふうに思っております。でですね、これちょっとね今日、新しい方ですね、こうやって皆さんにお見せしたいんですけど、撮影がグリーンバックだからな、もうグリーングリーンしてるんですよ。これがわかんのかな、もうロゴ出るかな、出ないか。ね、ごめんなさい。見えないですけど、この子をですね、ちょっとどうやって楽しむかっていうところで、私ちょっと独特だっていうふうに嫁にも言われていて、ちょっとそこもですね、皆さんもし分かるっていう方がいらっしゃったら、ちょっと共感してほしいなと思ってるんですけど、これ私すぐ箱開けだったりとか開封の儀をするつもりないんですよ。わかりますって言うとね、ちょっとすごい押し付けがましいんですけど、せっかくロレマラしてね関店さんからご案内いただいて予約して、2ヶ月っていう間の中でなんかこう開けるのがもったいなくなってませんっていう風に僕思っちゃって、もう少し自分の中でじらしたい。もう要は嬉しすぎるんで、もうちょっとしたいっていうところがあるんで、これで多分皆さんもですねでサブマリーノのグリーンベゼルを、欲しいと思われる方はですね世の中にいっぱいいらっしゃって、ぜひちょっと箱開けをねこれをちょっと開けたい、これもうグリーンバックやななんですけど、ただですね、私の楽しみ方というところで、前もそうだったんですけども、すぐに開けないっていうことが一つの楽しみとしていたんですよね。
っていうのが、ある種、その、大人なわけじゃないですか。大人のおもちゃだと、大人のですね、楽しみの一つっていうことになるので、これをですね、いつでも開けられるというですね、余裕がですね、大人にはあってもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。そんなね、ことも含めて、ロレックスに似合う男になりたいとか、思ってる一環で勝手に妄想しながらですね、嫁にも宣言したんですけど、もうこれはですね、すぐ、開けないぞと。絶対開けないぞと。どれだけ開けられないかちょっと数えていきましょうみたいな感じでね、いろいろとちょっと嫁にもですね、息巻いて私独自の楽しみ方をですね、話していたらですね、見事に、ある種飽きられてしまいましてっていうところで、早く開けなさいよと、買ったんだから使いなさいよというようなことがあるんですけども、我々いい大人軍団っていう、この動画見ていただいている方はですね、ロレックスに興味があって、もちろん買えるというだけの、そういうね、吟味されているような、素晴らしい皆さんがですね、見ていただいていると思うんですけども、こういうね、楽しみ方の一つとしてね、もうね、ありなんじゃねえかなというふうに思っています。でですね、ちょっとサブマリーナの、デートっていうところのグリーンベゼルでなぜこれにしたかっていうと、結構候補としていくつか挙げてたんですよ。欲しいなと思っていたのは、もちろんね、ジム・ディマスターとかデートナーもあるんですけど、私意外とですね、ちょっとデートナーに興味がない人間のタイプなんですよ。正直言うと。これね、なんか言うとですね、非常にこう誤解のある、誤解されたくないっていう前提になるんですけども、結構やっぱロレックスってこう実用時計っていうところで、個人的にもですね、そういう実用性っていうところを考えていって、どういう時計を使うのかっていうところで考えていった時に、やはりそのダイバーズウォッチっていうところのロレックスの、グリーンベゼルでね、60分測れるっていうところで、例えばね、仕事してたら60分ミーティングって絶対タイムキーパーとして一つありますし、で、前後すればっていうところもあるので、そういった少しでもですね、実用生活の中でっていうところと、あとはサブマリーナって、時計をある程度ね、いろんなね、メーカーさんもいらっしゃったりとか、ブランドさんもあったりするんですけど、知ってたら、やっぱり、これだよねってなりますよね。もちろんね、この動画見てくれてる方、ロレックスのね、オーナーさんもいっぱいいらっしゃるし、サブマリーナをずっと使われてる方っていうのは絶対中にはいらっしゃると思うんですけど、多分10年、20年、30年使っても全然飽きないっていう方には中に、いらっしゃると思うし、そこに私も憧れを抱いていて、サブマリーナっていう形にしているし、だからこそね、それのね、憧れもあって好きだっていうこともあって、すぐ箱開けっていうのがすごく私の中でですね、こうもったいない。開けたいんだけど開けられないっていう理由にもなってはいるんですよね。サブマリーナが私は好きだなというふうに思ってます。で、実を言うとね、次の時計もね、もちろん半年後に、1000円明けするんですけど、ちょっと悩ましいっすよねっていうところで、そこに紐づいてね、デートナーがあんまり好きではないっていう理由もあるんですよ。ちょっとそこも説明しようかなと思っているのが、実際にですね、持ってない前提で、試しで、つけたことはありますと。正規店さんでね、よくこう、お話にも聞くと思うんですけれども、試着をするという機会をいただいて、そこではですね、やっぱりその人気モデルの3つっていうところで、デートナージンエムティマスター、サブマリーナと、エクスプローラーもですね、試着させていただく機会があったんですけども、その中で、付け心地で言ったらね、抜群なんですよ。デートナーっていうね、すごい時計だと思いますし、歴史のある時計だと思うんですけど、ちょっと機能面的には個人的にまだ使いこなそうだったりとか使えそうだなっていうところは今のところはないなと思ってはいるんですよね。
なんていうんですかね、かっこいいんではあるんですよね。なんで、一種そのロレックスを好きな中で、多分いろんな皆さんこう好きな要素あると思うんですよ。実用時計としての歴史が好きだったりとか、いろいろとね、スポーツでの世界でも、モーターサイクルの世界でも、いろいろとこう活躍しているブランドっていう形もありますし、それによってね、試合が成り立ってるっていうところも、レースが成り立ってるっていうこともありますので、そういった意味でですね、別に否定するわけではないんですけど、私個人の、使うっていうところでいくと、ちょっとデータのは遠い存在だなっていうふうに思いました。で逆に言うと、GMT マスター2なんてね、世界の、ね、時計、ね、2つの時間が見れるっていうこともあるので、そういった機能性的な部分でいくと、出張とかね、例えばね、我々でもここのチャンネルで話をしている中国に行くとか、あるいは台湾とか、あるいは香港、韓国、場合によってはヨーロッパに行って、二極点で、ロレックスを見ていきたいみたいな、そういった方には、抜群で必要なのかなというふうに思ってたりしています。で、個人としてね、これ半年後にもし、制限開けたらっていうところで、何にしようかっていう、大人のね、ボーナスみたいなもん、人生のボーナスみたいなところがあるんで、中国ね、のレマラでもちょっと提示いただいたエクスプローラー2、僕はありだなっていうふうに思ってはいるんですよ。意外とありですよ、本当に。で、歴史を見ていくとね、すごく、ツール時計としての歴史も高いんですけども、白のね文字盤と、黒の文字盤っていうところで試したところでいくとね、やっぱね、私はね、黒がいいなと思っちゃいました。いやー、本当に白が好きっていう方ももちろん中にはいるし、でそこに対して僕も大賛成なんですけど、やっぱね、自分の手に乗っかった時の何がこうしっくりくる来ないっていうのはやっぱあるんですよね、そこに関して。で、中国の時は、両方試させてもらって、購入もできますよって案内があったんですけど、ちょっとね、どうしようかなっていうところと、初回にね、行ってそれで買っちゃうっていうのもありだったんですけど、もう一回ちょっと自分の中で本当に、欲しいかどうかっていうところ、そのタイミングだとちょっとまだ分かってなかったんですけども、今となって改めて思った時に、エクスプローラー2の黒を手に乗せた瞬間、これいいぞって、やっぱそういう評価になっちゃいますよね。もちろんね、2じゃなくてエクスプローラーっていうところで、これね、1って言われている方もいらっしゃると思うんですけど、正式にはね、エクスプローラーって形にはなるんですけど、これもちょっと試しでね、試着したんですけど、ちょっとね、なんか少し物足りない感はあるんですよ。すごく伝統的な、ロレックスの時計っていうところで、これも否定するつもりはないんですけど、個人のね、つけた、実際に手に乗せたっていうところでいくと、多分次エクスプローラー2の黒いくかもしれないですね、私。ね。ありですよ。本当に。皆さん、それぞれですね、検討されてるっていうところもあると思うんですけど、私、次制限上げたら、何にしようかねってなったら、多分上げてくるのがエクスプローラー2で、例えばその、ステンレスモデル、今回ねサブマリーナっていうことで制限上げて、1年後にじゃあ人気モデルっていうところステンレスに行ったら、もちろん GMT っていうところになるんですけども、僕はやっぱね GMT の中でちょっと変わり種が欲しいんですよ。っていうのが、これね、今のつけてるのってチューダーのGMT なんですけども、これめちゃめちゃ使い勝手いいんですよ。皆さんぜひちょっとチューダーをバカにしてる人もいると思うんですけど、一回つけてみてください。本当にいいんで、使い心地として最高ですっていうところになるんで、これをですね、ちょっと一回つけていただいて、ちょっと感想もちょっと聞かせてほしいんですけども、なんていうんですか、GMT って機能はですね、めちゃくちゃこう便利なんですよね。で、私自身は今ね、チューダーの GMT をつけてるっていうことになるので、GMT の、グリーンと、黒のベゼル、いわゆるレフティって言われる、スパライトっていう風にあだ名もあるんですけども、これかっこいいなと思ってはいるんですよね。で、それがですね、多分普通のこのね、右にね、から左にこう変わるわけじゃないですか。このちょっとね、面白い感じの時計って最近ロレックスやってないねっていう、もちろんね、これがあるから、ね、やってないかもしれないですけど、こういうね、ちょっとこじゃれた感だったりとか、ちょっと遊びのあることをやろうとしているロレックスに、まず応援っていう形も含めてこの時計がいいなっていうふうに思ってたりするんですよね。
で、多分ベルトは、オイスターのベルトがちょっと私多いので、ジュビリータイプの、ベルトをちょっと、希望すると思いますが、時計自体はですね、非常にこうかっこよくっていうところも、試着もしたことがありますので、この2本かなっていう感じはしてます。なんでですね、ぜひ皆さんもですね、自分はこの時計が欲しいです、このモデルが欲しいですっていうですね、魅力を、ぜひコメント欄にですね、残していただけると嬉しいです。私もですね、たまたま、もうグリーンバックでこれね、見えねえんだよな。もう本当開けれないですからね、これ。本当に開けれないんで。ね、すごい多分皆さんだったらね、すぐこう開けて、ウェーイって、こう、私もやりたいですよ。やりたいですけども、こう言語力なくなってくるぐらい、すごい嬉しいですけど、ちょっとあえて大人の余裕っていうところで、これは開けずに、どこまで耐えられるかゲームをちょっと今からやっていこうかなと思っていますし、その間にですね、ぜひ皆さんがですね、欲しいモデルとか、ある実際に持っててこういう時計の魅力もあるよっていうところでですね、コメントを残していただけるとすごく嬉しいです。本日はですね、取り急ぎっていうところで、新しい子を迎えることができましたっていうご報告とですね、ちょっといろいろと、正規店の側での、ご案内だったりとか、あるいは、ちょっと時間が経過することによって、より正確な、情報が出てきているっていうこともありますので、一部お話しさせていただきました。ぜひですね、この動画気に入っていただければですね、いいね、またはですね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではですね、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。